ロックス海賊団がゴッドバレーを襲来。神の騎士団集結。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1160話が公開されました。タイトルはゴッドバレー事件です。鬼の子ヤマトの金稲荷第3ボル42。花の都を一望できるおでんと仲間を祀るお堂。隣には光月おでんとその仲間たちを祀る小屋があり、この一場面は別れを思わせる雰囲気がある。この扉絵連載の物語はそろそろ終盤に差し掛かっているようだ。編集コメント、人狩りゲーム、その標的は。この話はゴッドバレーの大会の舞台から始まる。司会者がデイビー一族の奴隷たちを連れてくると、下にいる天竜人たちは罵声を浴びせながら剣や斧を投げつける。ある天竜人はこう罵る。お前らは嫌われの一族だ。先祖代々、お前らを愛する者などいない。バッカニアなんだろう？お前らも、孤絶せよ。こいつらを生かしておいては危ない。文脈からすると、ここでデイビー一族がバッカニア族と同一視されているわけではなく、天竜人がデイビー一族に抱く嫌悪の度合いがバッカニア族に対する嫌悪と同等である、ということだ。デイビー一族の数名の捕虜が登場する。体格はまちまちで、その中には確かにバッカニア族のような極の者もいる。ティーチの母がティーチをかばっており、その顔立ちはニコロビンやニコールビアに非常によく似ている。ティーチは恐怖に震えながら天竜人を見つめ、天竜人たちはデイビー一族を孤立と絶望の中で死なせろとわめく。その傍らでフィガーランドガーリング星とジェイガルシアサターン星の2人は冷ややかに見下している。司会者は続けて個人戦の有力候補選手を紹介し始める。一方、別の屋敷では赤髪内の母がもうこれ以上は持ちこたえられないと訴え、ドラゴンに子供たちを救い出して善良な人の元に託してほしい。決してあの者には預けるなと懇願した後、息を引き取る。ドラゴンは決意を固め、必ずその子供たちを救出しなければ自分はここに立つ資格がないと誓う。司会者は競技のルールを読み上げる。SR ダットを13匹狩れば1匹につき1万点獲得、さらに R ダットが150匹いる。1時間後、狩りが正式に始まる。獲物たちは恐怖で四方に逃げ散る。中には3週間耐えれば生き残りれると無邪気に思っている者もいる。天竜人はダチョウに乗って各地を捜索し始める。ある夫婦が赤ん坊を抱えて岩陰に隠れていたが発見され、3人とも殺害される。あちこちで人々が虐殺されている惨状が見られる。映像伝伝中が競技の模様をマリージョアの神々の地へ中継し、各一族の戦績がリアルタイムで放送される。フィガーランド家が暫定トップで、ハベット家、マンマイヤー家が続いている。フィガーランドガーリング星の活躍は特に目立ち、ファンの悲鳴が上がり、彼が勝てるかどうか賭ける者もいる。別の天竜人がマンマイヤ家の軍子について言及する。彼女は神の騎士団に雇われた神の獣人と呼ばれており、これが軍子の新しい称号である。軍子はアローフルーツの能力を使い、獲物を正確に狙って殺している。軍子の要望は38年後とほとんど変わらず、まるで年を取っていないかのようだ。その時、シャッキーはどこかの家の中に閉じ込められており、外では大勢の兵士が見張りについていた。彼らの会話からは、フィガーランドガーリング星がこんな美女を妻に迎えられることを羨んでいる様子がうかがえた。一方、ソマーズ星は木に隠れていた子供に飛び降りるよう強要しており、着地場所にはすでに茨が敷かれていると吹聴していた。子供の父親が慌てて助けに駆けつけるが、案の定、フシは共に茨に突き刺されてしまう。ドラゴンは地面に散らばる死体を見つめ、泣き声を上げないように口を押さえた。彼は人命を救うために天竜人の行為を阻止すれば自分たちの正体全員が処刑されることを知っていた。この時、一部の海軍はすでに艦上へ撤退していた。ドラゴンの隊長は上官に全員揃っていると報告したが、実際にはドラゴンがまだ戻っておらず、彼が島内に潜入したのではないかと見ていた。その時、ドラゴンはある天竜人がエンポリオ・イワンコフたちを発見したのを目にする。イワンコフは奴隷たちを鼓舞して立ち上がらせ、この殺戮ゲームから逃がそうとしていた。ドラゴンは一縷の希望を抱く。天竜人がイワンコフとバーソロミュークマ20を向けた瞬間、ドラゴンは先手を取り、麻酔弾を打ち込んで相手を倒した。残念ながら、相手は治療されて回復してしまう可能性が残っている。他の場所でも天竜人による虐殺は続いている。
突然、島の東側で爆発が起き、ロックス海賊団が海軍の防戦を突破して島内へ突入した。その後方にはカズ王の他の海賊団が続いている。見開きの強烈な1コマでロックス海賊団が再登場するが、第戦96話の場面と最も大きく異なるのは、そこに船長ロックスの姿が加わっていることだ。この化け物のような船員たちの中で、リンリンがひときわ目立っている。銀票はシキの髪をつかみ、シキが先にシャッキーを助けに行ってしまうのを恐れているようだ。ジョンは杯を掲げて飲む所作が実に粋で、カイドウは相変わらず部隊の上級兵のように見える。チーム全体の戦闘力は凄まじいものがある。ロックスはみんなに一時的に内紛をやめ、協力して行動するよう命じ、帰還後に財宝を分配すると約束した。おお、やろうとも。シャッキー、宝、悪魔の実。ここで俺らが殺し合ってもしゃあねんだ。一時、協力体制で。宝は帰って山分けだ。文句はねえよな、やろうとも。シャッキーは分けられねえ。一番に助けたやつが惚れられるに決まってんだろ。ああ、そこは譲れねえな。いや、財宝を多く得たやつにシャッキーは惚れる。勝手にしろ。俺はダチとして身を案じてる。まあ、惚れられても悪い気はしねえが。はあ？何言ってんのよ、ニューゲート。シャッキーを私が助けたら、ロジャーは私に感謝するけど、島に残った王直はバーを出勤だ。バカだね。天地がひっくり返っても、シャッキーはお前たちにや振り向かねえよ。リンリン、悪魔の実は俺にくれるのか？海軍がロックス海賊団の船にも砲撃を加え、爆発が起きる。しかしロックスは大声で、無駄だ、海軍、と叫び、全団に進撃を命じる。彼らの船は普通の木材で作られたものとは思えず、砲撃の影響を受けることなく、むしろ道中の阻止艦を次々に叩き潰して、そのまま海岸めがけて突進し、その勢いは非常に圧倒的だった。天龍人はその方に驚愕し、海軍の守備が甘いと責め立てる。すると新たな報告が入り、島の西側海岸にロジャー海賊団が出現しており、ロックスとロジャーで挟み撃ちの形勢になっているという。混乱に乗じて赤髪家の双子を救出する。2人の子供は彼の腕の中で異様におとなしく泣きもせず、ドラゴンはそれをまさに奇跡のように感じた。海軍は天龍人を護衛しつつ島の中央へ撤退を開始するが、ロジャー海賊団の上陸により大いに狼狽する。ロジャー海賊団は金銀銅の3巨頭を先頭にか踊り自粛登場する。第戦96話での側面視点とは異なり、今回は正面からの前景だ。ロジャーは自らシャッキーを救いに行くといい、他の者に財宝の略奪を命じる。しかし乗組員たちはこぞってシャッキーも救いに行くといい、船長の命令を完全に無視して直接ロジャーの上を踏み越えていった。ガーリング星は海賊の構成を察知して不快感を示し、直ちに神の騎士団を招集して迎撃の構えを整える。今回登場したのは全員ではないようだが、数名の新顔が見える。以前登場していた骸骨の頭のような外見のキャラクターの輪郭がよりはっきりし、その背後にはナンバーズとドン・キホーテ・ド・フラミンゴの特徴が混ざったような人物がいる。また以前の情報で言及されていたスノーマンと呼ばれる者もいる。ガーリング星のそばには非常に容姿端麗な女性が立っており、副官のような気品を漂わせている。ガーリング星は海軍に天龍人の護衛を命じ、神の騎士団に海賊の迎撃を任せる。外側の海軍はさらなる海賊の上陸を必死に阻もうとするが、守備線はすでにほとんど崩壊寸前だ。ニューゲートと指揮手を組んで出撃し、海軍をまるで売りを切るかのように撃破していく。その時、海上のある者が砲弾を素手で持ち上げ、勢いよく島の海賊軍に投げつけた。おいおい、うちの兵士を野菜みてえに切ってんじゃねえ。爆発は激烈で、多くの海賊が吹き飛ばされる。ロックスとロジャーは同時にその気配に気づいた。ガープの犬の頭をかたどった軍艦が堂々と登場し、海軍の士気は大いに高まる。海上の英雄、ガープが颯爽と姿を現し、その副艦ボガードも共に現れた。この話はガープの颯爽とした顔のアップで幕を閉じる。編集コメント、伝説、集う、ルフィの母はアマゾンリリーの先代女帝トリトマなのではないか？近頃、その可能性を指してがかりが増えているように見える。まず、ロックス時代から現在に至るまで、アマゾンリリーは4代の女帝を経ている。
現在までにグロリオーサ、芍薬、そして現女帝が恋煩いに陥った理由は明らかになっているが、先代女帝トリトマだけは未だ謎に包まれている。4人の女帝のうち病で亡くなったのは彼女だけである。トリトマは現時点でわずか2コマしか登場していないにもかかわらず、ルフィと微妙に結びつく伏線が5つ確認できる。1つ目はトリトマという名前とその花言葉についてだ。アマゾンリリーの住民はそれぞれ代表する花を持ち、その性格は花言葉と高い一致を見せる。例えばマーガレットはデイジーを代表し、花言葉は天真純潔片思いである。一方、トリトマの花言葉は情熱、光、思いの苦しみだ。さらに興味深いのは、トリトマの見た目、上部が赤、下部が黄がちょうどルフィの身につける2色の鮮やかな組み合わせ、つまり麦わら帽子の配色と一致する点である。2つ目は最も直感的な要望だ。ワンピースの女性キャラの多くは大まかにナミ顔かロビン顔に分類される傾向があるが、トリトマは意外にもルフィ顔をしており、その笑顔はルフィに驚くほど似ている。性別を入れ替えたルフィの姿をオダが SBS でネタ絵として描いたものとやや重なる印象がある。成人した姿であってもトリトマの花付き質はどこか特別だ。3つ目はアマゾンリリーの歴代女帝たちの目利きの良さだ。グロリオーサはかつて旧ヘビ海賊団の船長としてロジャーを好み、芍薬は副船長としてレイリーを好んだ。気づくだろうか、船長は船長を、副船長は副船長を好むという対称性が働いている。現女帝がルフィを好んでいることを踏まえると、トリトマが惚れていた相手もまた大物で一国の長であった可能性が高い。4つ目は数の伏線である。オダは数字遊びを好み、番号や誕生日、語呂合わせで伏線を張ることが多い。例えばゾロや3時の懸賞金額がそれぞれ誕生日を示している例がある。ルフィにしばしば現れる数字56はゴムの語呂合わせだが、トリトマの字と紙の流れがちょうど56という数字を形成しているという指摘がある。偶然が1つならまだしも、2つの箇所で同じ数字が正確に現れ、しかもそれがルフィの象徴的な数字と一致するのは興味深い。加えて第1156話の限られた2コマにおいて、トリトマの口の形がアルファベットの D に似ているという観察もある。ややこじつけめいているものの、数字による伏線の一致を無視するのは難しい。5つ目は時間軸の整合性である。42年前にグロリオーサの船にいた頃、トリトマはまだ10代前半程度だったと推定されるが、これは現在55歳のモンキー D ドラゴンの年齢とよく一致する。22年前、ドラゴンはベガパンクと面会した際、まだ自ら率いる自由軍の長であり、軍を組織して世界を変えようとしていた。その後、自由軍はやがて現在の革命軍へと発展していった。この時期はトリトマの在位時期、ルフィの出生、そしてハンコックが奴隷として連れ去られた年代と重なっている。したがって時間軸をつなげると物語はこうなる可能性がある。19年前、ドラゴンとトリトマの間にルフィが生まれたが、ドラゴンは革命事業に没頭しており家庭に構う余裕がなかったため、ルフィはガープに預けられた。同じく19年前にハンコックが奴隷として連れ去られ、トリトマはアマゾンリリーの存続と未来を案じて海へ出ることができなかった。その後、2人は離れ離れになり、トリトマは長年にわたり恋煩いに苦しみ、数年前に亡くなった。このようにトリトマに見られる複数の象徴、癒しの笑顔、耳の毛の間に現れる56、D に似た口、トリトマのような赤と木の配色、そして黒い髪など、いずれもルフィの影を形作っているかのように見える。オダはかつて母親と冒険は反義語だと強調し、ルフィの母親をワンピースの物語に実体として登場させるつもりはないと述べているが、それでももしルフィの母の姿を具体化するとしたら、おそらくトリトマのような姿になるのではないだろうか。